フラッグというのは視覚的に分かりやすいというメリットがありますが、フラッグを抜けたという形だけに注目してエントリーすると、こういう安値から突き上げを食らってしまうことになります。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、押し目買い戻り売りのタイミングの見極め方。フラッグというチャートパターンを使った押し目買いと戻り売りのタイミングの見極め方を解説します。押し目買い戻り売りのタイミングがわからないという方、苦手意識のある方、フラッグを使うことのメリットはそのシンプルさと分かりやすさにあります。初心者の方にとっても比較的見つけやすい動きですので、押し目買い戻り売りに苦手意識のある方はぜひ動画の内容を参考にしてください。まずはフラッグの概念についてこちらのスライドを使って解説をしていきたいと思います。フラッグとはトレンドの押し目戻り目の形成時に発生するトレンド継続を示唆するチャートパターンのことです。チャートパターンというとですね、三尊や逆三尊、ダブルボトムやダブルトップのようにトレンドの転換を示唆するものとトレンドの継続を示唆するチャートパターンに分けられますが、今回のフラッグは継続を示唆するチャートパターンです。この図の左側の部分ですね、ブルフラッグというのは上昇トレンドの押し目の部分、つまりここの下がっている部分に現れる斜めの動きのことを指します。このように平行チャンネルに沿った動きであるということが特徴です。この部分が旗のポールの部分、そして平行チャンネルの部分が旗がはためくように見えることからフラッグというふうに呼ばれます。このフラッグの部分は下がっているんですが、名称はブル、つまり強気ということになりますので、逆に覚えないように注意してください。上昇トレンド、つまりブル相場の中でできるフラッグということで、ブルフラッグ、または上昇フラッグというふうに呼びます。右側のベアフラッグに関しても同様で、この下降トレンドの戻り目の部分、つまりここの上昇している部分に現れる斜めの動きの部分をベアフラッグというふうに呼びます。ブルフラッグと同様に平行チャンネルに沿った動きであるということが特徴です。ベアというのは相場において弱気を示す言葉になりますので、弱気相場、つまり下降トレンドの中で現れるフラッグということで、ベアフラッグというふうに呼びます。それでは実際のチャートを使いながら、フラッグがチャート上にどのように現れているのかを確認していきたいと思います。今、ユーロドルの2023年6月から9月のデータを表示しています。4時間足です。はい、まず左側の部分から見ていきましょう。まずここの部分ですが、ここの高値は当時戻り高値だったわけですが、そこをブレイクする動きが出た後のこの押し目形成の部分ですね。今この青の平行チャンネルで示したようにフラッグが現れています。そしてこのフラッグを抜けてからここの高値を更新する動きにつながっています。はい。そしてここの部分も小さいですが、このような形の平行チャンネル内の動きが続いてますので、フラッグというふうに見ることができます。はい。そしてフラッグを抜けてから高値更新に至ってます。で、その後ですね、一旦この押し安値をブレイクする動きが出た後に、今度はこの大きめの青の平行チャンネルで示したこのブルーフラッグが発生しています。はい。そしてこの緑のチャンネルについては、買い足ですね、1時間足のフラッグを表示しています。そしてこの大きい青のフラッグを抜けた後に、さらに高値更新して上昇トレンド継続という動きになっていることがわかると思います。今度は右半分のところを見ていきたいと思いますが、ここの部分ですね、すでに下降トレンドになっていまして、ここのスイングローをブレイクした後に、この青の平行チャンネル内での動きが継続してますので、ここにフラッグが現れています。そしてこのフラッグを抜けてから下降トレンドが継続する形となって、ここの部分ですね、ここの部分でまた安値を更新した後にフラッグの動きが出ています。ここの部分ちょっと頭が突き出ていますが、オーバーシュートというふうに見ていいと思います。はい、そしてフラッグを下に抜けてからもう一回安値更新の動きが続いています。最後一番右の部分ですね、ここも安値を更新した後のこの戻り目の部分でフラッグを形成して、フラッグを下に抜けたことで下降トレンド継続という形になっていることがわかります。それでは次にフラッグの見つけ方について解説をしていきたいと思います。で、フラッグを見つけるときのポイントなんですが、高値安値をブレイクしたら押し目戻り目の形成でフラッグを形成するのではという視点を持つということです。で、こう聞くと当たり前のように聞こえるかもしれませんが、こういう動きが出るかもしれないなというシナリオを持ってチャートを見るのと、そうではないのでは雲泥の差です。そういうシナリオを持ってチャートを見るからこそ、そうなるまで待つということができるわけです。で、実際にそうなったらポジションを取るなどのアクションをすればいいわけですし、そうならなかったら自分が知らない動きになったということで、何もしなければいいわけです。自分が知らない動きは絶対トレードできませんから、自分が知っている値動きの範囲でこうなるかもしれないなっていう準備をするということが大切です。そして2つ目のポイントなんですが、スイングハイローでフラッグを見ていくという点です。これについては理由は後で説明しますので、一旦この続きにお付き合いください。まずチャートの左側のここの部分を見ていきたいんですが、ここの部分は当時はこのように上昇トレンド転換するかどうかはわからなかったんですが、戻り高値をブレイクしたことで一旦トレンド転換の可能性は出てきていたわけです。今こちらの戻り高値をブレイクした後反落してきました。はい、今新しいスイングハイ、こちらのスイングハイですね。これが確定して、このように高値の切り下げが確定したわけですが、このタイミングでスイングハイを結んで、それを安値側ですね。まだこの時点でスイングローは確定していないんですが、この辺りに引いておきます。はい。で、1回でフラッグをバチって引くっていうよりかは、この辺りかもしれないなという形で仮のラインを決めておいて、実際にスイングローが確定したらそちらに合わせて修正していくというのがいいと思います。続きを見ていきましょう。
はい。今ここでフラッグをブレイクしましたので、フラッグ抜けを持ってですね、押し目形成が終了して、これから上昇トレンドに転換していくかもしれないというふうに考えて、こういうところから買っていくというふうに判断するという方法です。次、ここの部分を見ていきましょう。ここの部分も手前の高値を更新して押し目を形成した場所なんですが、ここはフラッグができずにこのように横ばいのボックスレンジができています。なのでここに関してはフラッグで構えていると、この押し目は拾えなかったかもしれません。はい、冒頭でお伝えしたようにですね、トレンド継続のチャートパターンにはいくつか種類がありますので、今回はフラッグにはならなかったということになります。はい、それからフラッグを見極めるときの注意点なんですが、急落急反発の時はフラッグを想定しない方がいいということが挙げられます。押し目戻り目の形成はですね、先ほどの例でも見たように緩やかに形成される場合と急落急反発で形成される場合がありますが、急落急反発の場合はフラッグにならないことの方が圧倒的に多いです。緩やかに押し目戻りを形成するときに現れやすいという点が一つ特徴かなというふうに思います。今表示しているチャートもユーロドルの4時間足なんですが、例えばここの部分の動きです。ここの部分もですね、手前の高値を更新して、このように下げた後に高値を更新して上昇トレンドに転換していったという場面なんですが、ここの部分はかなり急激な下げになっています。で、こういった時はフラッグが形成されるということは稀です。で、ここの部分に関しては買い足で見てもフラッグは現れていません。はい、次のこういう場面もそうですね。ここに関しても高値を更新した後に結構急な角度でこのように下げてきてるんですが、ここもフラッグにはなっていません。フラッグが形成される時の目安としてですね、45度ぐらいの角度を持って緩やかに押し目戻りを形成する場面というのをイメージしておくといいと思います。はい、それでは次にフラッグの引き方について説明していきたいと思います。今見てきたようにですね、スイングハイローの形成に注目して、これらの高値と安値でフラッグを引くわけなんですが、まずブルーフラッグの場合ですね、ブルーフラッグに関しては、このようにスイングハイをまず結んで、それを安値側、スイングローの方にスライドさせるという風に引きます。で、ベアフラッグに関しては、スイングローを結んで、それを高値側に移動するというように引きます。ベアフラッグの方を試しに見ていこうと思うんですが、ここの部分ですね、このようにスイングローをまず結んで、それを高値側に移動するという形で引いていくということになります。この時注意しておきたいのが、先ほども少しお話はしたんですが、まだスイングハイが確定していないような場合は、一旦仮のラインを引いておいて、スイングハイが確定した時点でそちらをベースに修正していくという方法をお勧めします。はい。それではここからはスイングハイローを使ってフラッグを見ていくメリットについてお伝えをしていきたいと思います。スイングハイローを使うメリットは高値と安値の基準付けができるということです。これらの高値安値を使ってフラッグを見るようにすれば、どの高値安値を使ってフラッグを特定するか迷わなくて済みます。で、スイングハイローを使わないと自分が引きたいラインを引きがちです。例えば先ほどのベアフラッグの例なんですが、今回は終わったチャートで説明していますので、このように綺麗にフラッグが引けるわけなんですが、例えば今がリアルタイムの相場でここまで進んでいるというふうに仮定したときに、こういうフラッグを引かないっていう自信は皆さんありますでしょうか？もしこういうフラッグを引いていたとして、少しローソクを進めてみましょう。はい。ここでこのように大陰線をつけてフラッグをブレイクしてきました。下降トレンドが続いています。ここの直近の安値を更新して、戻り目でフラッグを形成しました。そしてそのフラッグをブレイクしました。で、フラッグを抜けたから下降トレンド継続かもしれないって言って、戻り売りを狙おうってなるじゃないですか。で、実際に戻ってきたところでショートっていう風にすると、ストップロスは例えば直近の高値のこの上にしましょう。で、そうするとこのように上昇してきて損切りになるってこともあるわけです。で、今この動画を見ている方の中でフラッグを使っている、もしくは使ったことがあるという方はですね、こういう経験をしたことがある方って結構いるんじゃないかと思います。で、もちろん今偉そうに喋っている僕も数えきれないほどあります。で、何が言いたいかというと、フラッグを抜けたら押し目買い、戻り売りだっていう考えに頭が支配されると、そうなるようなラインを引くんですよ。なぜかというと、エントリーしたいからです。で、フラッグのような斜めのラインっていうのは、高値と安値が2つあればどこでも引けてしまいます。で、そうすると、時にはこういうラインを引いたり、時にはしっかりとスイングハイやスイングローに相当する高値安値で引いたりと、ラインを引く基準がばらついてしまうんです。で、この場面は戻り売り一択でしょうみたいに鼻息荒く構えている時こそ、今紹介したようなこういうラインを引くんですよ。ただ、スイングハイ、スイングローで常に見ていくっていう風にすれば、どの銘柄見ていても、どの通貨ペア見ていても、そういう風に基準がブレることってないじゃないですか。だからスイングハイ、スイングローのような高値安値を使ってフラッグを見るというルールを持つことが大切なんです。スイングハイローができた時だけフラッグを引くという風にしていれば、少なくともこういったラインを引いてしまう可能性っていうのは減らすことができますよね。はい。で、もちろんですね、スイングハイローベースでフラッグを引いていったとしても、こういう風になってしまうことはあります。で、それは相場なので仕方ないんです。100% 絶対こういう風になるっていうことはありませんので、そうならなかったら必ず損切りをしないといけないということです。今回紹介したスイングハイローに関しては、チャートに簡単に表示できるようにイ
ンジケーターを公開しています。概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひ使ってみてください。それでは次にフラッグを用いた押し目買い戻り売りのタイミングについて改めて見ていきたいんですが、ここまで見ていただいた方はもうお分かりかと思います。考え方としては、フラッグのブレイクをもって押し目戻り目形成が終わったというふうに判断するという考え方です。はい。このフラッグの下限のところまで戻ってきたらエントリーするというのが基本的な考え方です。このようにブレイクされたラインのところまで価格が戻ってくる現象のことをリターンムーブというふうに呼びます。で、もちろん毎回こういうふうに綺麗に戻ってくるということはないんで、これはどちらかというとかなり綺麗に反応している方なんですが、これについても私は上限下限の際まで戻ってきた時だけトレードするというふうに決めればいいわけです。で、それ以外のパターンはスルーするということですね。例えばこのグリーンのフラッグのところなんかは、フラッグをブレイクした後にですね、戻りは形成してるんですけども、この下限のところまで戻ってくることはなく、そのまま下落が継続していってしまっています。はい。それからこちらのブルーフラッグに関しても、フラッグをブレイクした後に、ここの上限まで戻ることなく、このまま上昇が続いていってしまっているので、こういう場合に関しても、この上限までのリターンムーブっていうのを待っていると、そこでは入れないという形になります。で、こういう場合は、ここにまた小さなフラッグっていうのが、これは買い足レベルのフラッグになると思うんですが、こういったところでですね、買い足のフラッグを抜けたところで入るというようなやり方もできるわけですね。ここまでですね、フラッグの見つけ方と引き方、それから押し目買い戻り売りでのタイミングの測り方についてお伝えしてきたんですが、フラッグを使うときに注意しないといけない点もありますので、そこを最後にお話ししたいと思います。まず一つ目なんですが、形だけにとらわれないということです。で、これに関しては実際にチャートを見るのが早いと思いますので、チャートを使っていきたいと思いますが、今チャートはユーロドルの1時間足、2023年の10月半ば付近のデータを表示しています。簡単に1時間足の流れを振り返ってみたいと思いますが、まずこの左側の部分では上昇トレンドが発生していました。このチャートの真ん中付近のところから、ここの押し安値をブレイクする動きが出て、1時間足が下目線に転換しました。で、今度は下がったところから再び反発して、こちらの戻り高値ですね。ここをまたブレイクし直す動きが出てますので、再び1時間足が転換した状態になってます。そして今このチャートに青の平行ラインで示したようなフラッグを形成して、その加減をブレイクしてきたという場面にあります。フラッグを下に抜けてきたということで、戻り売りを狙いたくなる場面なんですが、今回はここの安値に注目をしてください。ここの安値は1時間足の押し安値に該当します。直近の高値をブレイクした起点の安値ということで、こういった押し安値のところまで戻ってくると、再びそこから反発していくという動きはよくあります。で、この後の動きを実際に見てみると、このようにですね、この押し安値のところから反発して高値を更新するような形になりました。もし仮にこのフラッグ抜けの戻りの位置からショートをしていたとすると、損切りになってしまっていた場面です。ですので、フラッグを抜けたからといって、直下にこの押し安値のような安値が控えていると、そこから急反発するということはよくあります。そういう場合は押し安値をブレイクするまで待つであったりとか、何もしないといったような判断をする必要があるということになります。フラッグは平行チャンネルが引けるっていうこともあって、見つけやすい、わかりやすいというメリットがありますが、こういう押し安値が控えている場合に、その意味を分かっていないと、今紹介したように突き上げを食らうなんてことにも合いやすくなってしまうので、この点はぜひ注意してください。特に見逃しがちなのが、付近に上位足の押し安値や戻り高値が控えている場合です。やはり環境認識が一番大切だと思います。はい、それから注意点の2つ目なんですが、これはフラッグを抜けたかどうかの時間軸の見極めという点です。これは例えばフラッグが4時間足で認識できていた場合は、4時間足でしっかりとブレイクされるまで待つということになります。今、ユーロドルの15分足を表示しているんですが、ここの部分を見ると、フラッグをブレイクして、フラッグの上限のところにリターンムーブしているので、ここから再び反発して大きく伸びていきそうな気配を見ることができます。ただ実際にはどうなったかというと、このように再びフラッグの中に戻るような展開となっています。もしこのフラッグをブレイクしたというふうに見てですね、この上限のところまで戻ってきた時に、仮に損切りをこちらのスイングローの下に置いていた場合は損切りとなってしまった場面です。こちらのスイングローを損切りにしている場合は助かったかもしれませんが、こっちの直近のスイングローに損切りを置いている場合は完全にアウトな場面です。で、実はこれ動画の冒頭で紹介した4時間足のフラッグなんです。はい、4時間足で見るとこのような感じです。まさにこのヒゲの部分が先ほど15分足で見たブレイクもどきのところだったわけです。はい、で、これに関しては15分足とか5分足とか、特に分足ですね。分足を常時表示する癖のある方は特に注意が必要です。ちなみにこの縦線のところがニューヨークの株式市場のオープンのところになるんですが、このように欧州市場やニューヨークの市場オープンの時はこういう動きがよく出るので注意が必要です。はい。で、ブレイクの見極めについてはこちらの動画で詳しく話してますので、ブレイクの見極めが苦手だという方はぜひ参考にしてください。もちろんフラッグにも適用可能な考え方です。
はい。ということで、今回は押し目買い戻り売りのタイミングの見極め方法ということで、フラッグの使い方を紹介してきましたが、トレードの種類って大まかにはトレンドフォローか逆張りかの2つしかありません。でトレンドフォローの基本は押し目買いと戻り売りですので、ぜひ今回の動画を参考にしてみてください。また今回の動画と合わせて視聴することで、より理解が深まる関連動画はこちらです。まず1つ目なんですが、今回の動画の中でも紹介したスイングハイローに関しては、こちらの動画の中で概念や詳しい使い方を説明しています。はい。それから2つ目の真ん中の動画はブレイクアウトの判断についてです。フラッグをブレイクしたかのどうかの判断に関しては、この動画の中でブレイクアウトの判断軸を3つ紹介していますので、ブレイクの判断に苦手意識のある方はぜひこちらを参考にしてください。それから最後3つ目が押し安値戻り高値の見つけ方なんですが、フラッグの注意点のところでお伝えしたように、押し安値や戻り高値が付近に控えている場合は注意するというふうにお伝えしました。押し安値と戻り高値の見つけ方から特徴については、こちらの動画で詳しく説明しています。どこの高値安値を見ていいかわからないという方は、ぜひこちらの動画を参照してください。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は、ぜひ高評価をいただけると、次回以降の動画作成の参考になります。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。